はい、始まりました。今日はちょっと好評っちゃ好評だったんですが、はい、史上最低のバットもついてまして最多のだから賛否両論会になってるんですけども、ちょっと何がお気に召さなかったのか、ちょっとあんまりあれですよ、ジョーさんが自分が褒められたい感全面に出してくれる。いや、そんなことないと思うんですけどそんなことないんですけどね。タイトルを先に発表させていただくんですが、緑タンをやる上で渋いチョイスだねって言われたいカードトップ10になります。トップ10です。はい、いいコメントもね結構来てたんですけどね賛否両論ですねで、一応10枚、はい、トップ10で選んできましたんで、渋いチョイスだなっていう、僕ちょっと緑タンあんまりよく分かりませんが10枚選んできました。なんとか一緒に選んで頑張りました。なんで、まあ10位から、はい、まあある程度10位はね、定番、上の方は定番かもしれませんが、はい、10位から発表させていただきます。はい、まあ、早速いきます。第10位、不屈の補給兵。定番カードじゃないですか。定番ちゃ定番だけど、でも出てくると結構渋いねって言われたりしますよね。これね、はい、カジュアルなデッキなんですカジュアルだとね、能力説明するんですが、3マナの3-2で上陸するたび食物か宝物を生成する。大体宝物を生成します。なので上陸するたび乱反できるという優秀な、しかも結構お安いので、いろんなところでお呼びかかりますよね。お呼びかかりますね。カジュアルだと。カジュアルで緑入ってたらほぼ入ってる。だから定番かと思いきや結構渋いんじゃないかなっていう。逆に言うとカジュアルじゃなかったら入っていない。入っていないという。じゃあ渋いですね。で、10位ぐらいですかね。これが、まあここから始まります。ほらもう構築済みとかにもパンパン入ってるカードだから、これは。あ、そうなんですね。まあ最初ですから。まあ最初ですから、どんどんギア上げていきますから。で、次は2枚目、9位なんですが、怪物の大言者ビビアンになります。これはプレインズウォーカー。プレインズウォーカーなんか強いのかと。そうか、なんかほとんど E ゲージで使えないぞという中でプレインズウォーカー入ってくるんですが、こいつは5マナのプレインズウォーカーで、一番上を見ていいクリーチャーだと唱えていい、まあとりあえずそれは置いときまして、その別に決して悪いことはないですよね。はい。で、プラス1、まあ、意外とこれも結構重要でして、3-3のビーストが警戒到達トランプルのうち1個得て、出てくると。いいですよね。地味に大体警戒か到達を選ぶんだけど。なるほど。偉いですよね。毎ターントークン出てくるわけですから、結構トークン生成装置としては優秀。で、トークンが出てくることによって、こいつがほふられない可能性もありますよね。で、このマイナス2というのが奥義ですね、すぐ。これが重要でして、このマイナス2の奥義が次にクリーチャー呪文を唱えたとき、あなたのライブラリーから点数で見たマナコストがそれよりも小さいクリーチャーを場に出していいと。まあ、ほぼサーチできる。でかいファッティを、5マーとか6マーとかのファッティを唱えたら、そしたらそれ以下のカード、ちっちゃいカードを場に出せるということで、一応クリーチャーサーチとして結構優秀なんで、まあまあ渋いですか。まあちょっと渋さのレベルが1段階上がりました。まああくまでもこれ僕たちの順位なんで鵜呑みにしないでくださいそれだけは言っときます。それで怒られたのかもしれないで、第8位になります。次はウルベンワルドの足跡追いというカードになります。1マナ11、2マナ起動で、あなたがコントロールするクリーチャー1体を対象として、他のクリーチャー1体と前者と後者が格闘を行う。これなんでいいかって言いますと、まず2マナタップで毎ターン1回格闘起動でできると。まあ、大体ミドタンってパワーがでかいクリーチャーなんてことが多いと思いますんで、毎ターン1回格闘できちゃうっていう、1体ほふれるっていうのがギミックはいいってことですよね。そうですね。これ結構まあまあちょい渋なんじゃないかっていう。ちょい渋ですかね。ちょい渋ですね。一応こんな能力持ってるやつがこいつしかいないはずなんで。そうなんですね。なるほどなるほど。こいついいですよね。はい。で、次の第7位になります。はい。次はエメラルドの魔除け。はい。これは1マナのインスタントでして、モード選択です。1個アンタップ。オーラでないエンチャント破壊。1体飛行を失う。まあ、大体上の2つですかね。で、
大体上の2つだし、はいほぼパーマネント1つアンタップで使われることが多いんじゃないかな。アンタップするインスタント、まあ大体ガイアだったりセルバーだったりを起こすときに使うんですよね。そうですね。割といいですよね。結構優秀なカードですよね。はい。かなりおすすめです。で次は第6位。もうこの辺になるとあんまり知ってる人いないですか？いや、そこは意外とまだいますか？まだいますか？次は絡み森の王さんになります。はい。7マナの67の警戒到達、バニラです。警戒到達ですけどまあクリーチャーなんですが、開始時に公開すると最初のメインフェーズに1マナ出せるという、はいはい、結構ミドルタンだったら1マナ加速できたことによって、2マナのランプ呪文を打ったりとか、ためにもう一度設置しちゃいますか？いいですねいいですよね。ありえますよね。ありえると思います。だし一応そもそも素のスタッツって書いて、確かに後から引いてきて、まあ使う場合も、一応1対1の再戦と違って到達警戒は結構偉いっていう。確かに偉いですよね。まあ結構優秀なカードになります。まあそれが第6位になります。で次は第5位になります。第5位は活力の多い。なんだこれっていう。でもこの辺はね、もう知らないですか？カジュアルで遊んでる人は知ってますか？割と知ってるカード。なるほどなるほど。だと思う。まだあんま知られてない可能性もあるかもしれない。そうですね。で一応2マナのインスタントでして、あなたがコントロールする各クリーチャーをそれぞれ再生する。ということで、いわゆる英雄的介入の介護官なんですけども、ワンチャン起することがあるんだったら、使い勝手はいいんじゃないかという。まあそうですね。全儒教環境の場合は、かさ増しとして入れることがあるカードですね。かもしれないですよね。割と使える可能性はありますよね。じゃあ次、もう上位に入ってきました。第4位になります。この辺だとだいぶ怪しいな。だいぶ怪しいですか？知らない人いるかもしれない。これはね、もうスタンにいます、こいつは。遠吠えの月というカードになるんですけども。これは誰から寄稿されました？もしかして。これはなんか対戦動画で上がってると思うんですけど、上がってないかもしれないですけど、その回はなんか友人から教えていただきまして、これかなりいいカードです。まず3マナのエンチャントでして、あなたの戦闘の開始時に、あなたがコントロールしている狼や狼男を1体対象としてそれが2/2の修正を受ける。これはまあ、なんだろうなと思う感じなんですが、シャア能力は優秀でして、各ターンの対戦相手が自分の2つ目の呪文を唱えるたび、2/2の狼が出てくる。もうこれカジュアルだと結構強いですよね結構出てくるね。出てきますよね。結構出てくる、出てきて、ラスされた後で、それだけ残ってると、なんか知んないけどだいぶボード有利になっちゃってますよね。だいぶ強いカードということで、割と渋いですよね。これかなり渋いですね。これは結構渋いね。渋いですよね。緑の弱点は一応補ってるんでね、これ。緑の弱点どういうことですか？流されたら基本チーンってなる敵が多い。確かになるほど、それを補ってトークンで復活できると。そうですね。なるほど、いいですよね。じゃあそろそろベスト3に入っていくんですけども、第3位になります。第3位はティタニアの歌になります。これは4マナのエンチャントで、クリーチャーでないアーティファクトはその能力を全て失い、アーティファクトクリーチャーになります。で、アーティファクトクリーチャーになって、パワーとタフネスはその呪文のコストに等しくなる。こいつが場を離れるまでその能力は持続するって書いてあるんで、離れるとアーティファクトには戻るよっていうことですよね。その着路無事ならですよねだいたい宝物とかクリプトとかすぐなくなっちゃうっていう。そうですね。いわゆる緑のアーティファクトを咎めるカードだっていうことですよね。そうですね。で、まあ4マナなんですが、あんまり知られてないですよね。渋いですよね。出てくると結構ビオタンだなって感じしますよねビオタンだなって感じしますよね、これ出てくると。だから3位に入れさせていただきました。で、第2位なんですが、これもビオタンだなって感じがするんですが、運命の回帰というカードなんですけども、1マナのインスタントです。で、あなたがコントロールするパーマネントを対象としているインスタント呪文1つかオーラ呪文1つを対象としてそれを打ち消す。みたいなちょっと弱そうに見えますが、ミドタンだとワンチャンいけるんじゃないかということで普通は例えば1マナだったら青だったら打ち消せますよね。で、白だったら打ち消しもありますよね、対象として。で、赤はないですね、あんまりで、黒も結構弱いですよね。
でミドタンだったら例えばジャビのベルみたいなクリーチャーを守るみたいな呪文は結構あるんですが、これはなんとパーマネントを対象としてるインスタントを守れるという、結構範囲がちょっと広いちょっと広いけど対象はちょっと狭いっていうね。でもミドタンだったら使いますよね。使う可能性もあるということで、打たれると渋いなってなるかもしれないなと思って、なりますよね。渋いかなと思って2位に入れさせていただきました。でついにとうとう最後の第1位なんですが、これはおそらく知ってる人いないだろうと。僕は最近発見してきたおすすめ激渋カードになるんですが、絡みつきというカードになります。第1位です。鉄線ですか？鉄線じゃないです。やばいやばい。でまあカジュアルめのタクになるかもしれませんが、一応能力説明させていただきますと、4マナのインスタントで、なんとこれがピッチで唱えることができます。森を捨てることによって1枚フォグできるという。なるほど。でブロックされなかったクリーチャーのダメージをフォグできます。ということで、まあ普通にフォグですよね。フォグできるんですよ。でなんとミドタンだったら森1枚ぐらい抱えておいて、このフォグを構えておくことで、まあランプしてますから、1枚ぐらい余っててもこれをピッチでフォグすると結構そんなカードあるのってなりますよね。なりますよね。今日は結構渋いと思うんですよ。さすがにこれは結構渋くていいんじゃないかなと思いますんで、ここでご紹介させていただきました。そんな感じでベスト10、10位から1位まで発表させていただいたんですけども、大丈夫だったですかね。いつものもすごい不安なんだよね。でこのなんか10位に対して不満があるみたいな意見があるかもしれないんですが、一応こんな感じで順位決めさせていただいて10枚選ばさせていただきました。まあそんな感じになります。まあ他にもなんか激渋カードこんなんあるぜっていうのありましたらコメントしていただけると嬉しいのでコメントしてください。あとチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。